つないだのだよ。消えるはずのものを。第6章第1話妖怪の集会異界の夜。原作語り春美月。それは百鬼夜行のごとく、人とは異質で異形の者たちがそこやかしから現れては列に加わり、それらを呼び立てる場所へと向かっていた。山の妖怪やふもとの村の土地神たちが四方八方から列をなしていた。向かう先は千里の地、千里馬場の住処。子玉たちは宿りし木々にて沈黙を保ち、耳を澄ませ、間もなく始まる寄り合いの内容を一言一句聞き逃すまいとしていた。一族を統一して連れ立つ銀狼。群れの最後尾には銀が連なった。この地一帯を縄張りとした群れの長たる一頭のみ訪れる山犬。この山に住まう天狗は木々を飛び飛びやってきた。陽子は9つの尾を陽気にゆらゆらと揺らしながら鼻歌混じり。川の中を行くカッパの足取りは重く、表情は暗かった。空に浮かぶ月さえも、まるで目を見張るかのようにして、今宵は大きく夜を支配した。星たちさえも耳を澄ませ、雲は場を譲るようにしてどこかへと消えていった。木々の開けた場所に多くの者が集まった。時は来た。皆、魔の方角よりよくぞ知らせを受け取った。薄暗い中から千里馬場の声が響いた。微動にもしない石像の隣には、巨大な蛇がとぐろを巻いて、訪れた同胞たちを迎えた。この度はやけに早いな。大柄な天狗が言った。ざぶっと大きく水しぶきを上げ、カッパが川から上がった。ペタペタと足音をさせて、妖怪たちの中央に陣取った。じじいが人間を食わなくなった。カッパはその場にペタンと座り込んだ。なんと。天狗たちが顔を見合わせてざわついた。目覚めてから一度たりとも食ってない。一度もだ。機会は幾度もあった。カッパはため息を漏らした。知らなかったのかい、天狗よ。隠居暮らしでガンガにぶったのかい？陽子が大げさな身振り手振りでくっくと小馬鹿にした笑いをにじめながら言った。なんだと？我ら天狗はそのような。かまいたちや土雲が見当たらんようだが。山犬が二人の間に割って入った。ああ、あいつらなら今頃どっかの人間と戦ってるよ。今度は笑いをこらえきれなかったようで、陽子は地面を転がりながら笑いこけた。ああ、おっかしい。あたいがかまいたちと土雲の両人に仕掛けてやったんだ。あいつら力はあっても頭が弱くて弱くて、
寄り合いに来たところで何の意味もないからね。無駄に暴れることしか知らないんだから、ちょいと仕組んで人間につかせてやったよ。それも安倍家の深淵にね。この寄り合いには間に合わないよ。下劣な。天狗がかぶりを振った。まあよい。そんなことを聞くがために我らは参ったのではない。オロチが巨体をくねらせて前へと張ってきた。天狗はおとなしく黙ったが、陽子はまだ笑いをこらえきれず、地面に何度も9つの尻尾を叩きつけ、目尻に涙を浮かべてひいひい笑っていた。して、九段の予言がなされたと聞き及んだが、さすがと言うべきか、陽子のことなどさほども気にせず、オロチが何もなかったかのように話を先へと進めた。おいらも触り程度にしか聞いておらん。ババ、頼む。カッパが言った。皆の視線が石像に集まった。じじの眠り覚めしとき、ここより離れし地にて、九段の予言が生まれ、孤独の中地についた。風の運ぶ琴の葉の呪力は、間もなくこの地に吹き荒れる。なんと、九段が予言をなしたか。立派な髭を生やした天狗が驚嘆した。して、それは司祭にはいかようなものか。山犬が問う。千里馬場はゆっくりとその声を発した。人の決めたし四つ国の深き森のまた深く、老いた翁の止まりし時が今こそ動かん根深きものよ。千里馬場が広いし予言の全文を語り始めた。九段が地に落とした予言をそのままに、集まった者たちすべてが吐息さえも止めて、馬場の言葉を聞き漏らすまいと他の音を遠ざけた。今も果てぬ長き悲しみの行く末は、真にたがわず、いずれかの意図をたどるであろう。見届けよ。力有して魔の頃にいで立つものよ。かの者に渦巻く流れは、人のうちに秘めし力に響きたり。見届けよ。力有して魔の頃にいで立つものよ。不変の時、今こそ動かん。眼を広げ、幾千もの夜をたどられよ。千里馬場が語り終えると、奇妙に張り詰めた空気が流れた。なんと。天狗が口を開いた。九段の予言にしては、あまりに長く曖昧すぎやしないか。そうだとも、九段の予言は二言三言。このような予言は初めてではないか。天狗たちは口々に囁き合い不思議がった。九段でさえも行く末を予言できぬほどの大きな流れが渦巻いておるのだろう。我ら妖怪の生きる世界にも変化が訪れるようだ。それほどまでに深いか。オロチはかぶりを振った。じじいが人を食わなくなったのは、ただの偶然とか気まぐれなんかじゃなかったんだな。カッパが言った。偶然と呼ぶべきか、運命と呼ぶべきか、
それは定義が難しいもんなのさ。どちらかなんてどうでもいいんだ。もっと重要なことがある。ババよ、話してやれ。陽子が言った。時々、妖怪であって妖怪にあらず、人であって人にあらず、どちらにもなり得ぬ魂、そのもの異質な運命と名もなき未来に委ねられる。時々、妖怪であれば、人の魂を糧として己が存在をつなぐ。されど、人より妖怪へと転じた身、人と関わるほどに不安定な存在は歪まれる。カッパがまた頭を抱え込んでうなった。すると、陽子が呆れた様子で簡単に説明を始めた。カッパ、お前さんにわかるように砕いて言うと、ジジは元は人間だった。それは知ってるだろう？それが負の感情に支配され、ジジは妖怪へと転じた。人間の心など何もかも置き去りにしてね。だが、生粋の妖怪でもなく、人間でもなくなったジジの魂は、憎悪だけで存在している。それでジジが人と関わっていると、心の闇だけで存在するジジの魂に、人間だった頃の何かが目覚め始め、ジジの魂は不安定になるのさ。すると、すかさずカッパが率直な意見を言った。だったら人間と関わらなければいいんじゃないか？本当に頭が悪いね。ジジは人間の魂を食らわねば消滅するってこと忘れてんじゃないよ。あ、そうか。カッパは頬をかいた。すると、オロチが話を先に進めようと身を乗り出してきた。ジジは迷いを生じ、糧となる人間の魂を食えなくなる。するとジジは消滅する。生粋な妖怪でもなく、人間でもなくなったゆえに。そのためジジはある程度の期間が経てば眠りにつかねばならぬ。その眠りには複雑な因果関係が働いている。ジジが関わった人間すべてを食らったときは、ある程度眠ってまた目覚める。それだけだが、もしも人間を食うことができなかったとき、その時はジジが眠りについている間、ジジと関わった人間たちは、ジジの記憶をなくし、そのまま死を迎える。ジジと関わった人間たちがすべて死に絶えたとき、ジジは蘇り、再び心のかけらを失い、また人間を食う。それが何百年と続いていたが、こたびは我らが思っていたよりも複雑な力が働いている。均衡が崩れ始めたのだ。幾度か眠りを繰り返しているうちに、人間たちが死ぬ間際にジジのことを思い出すようになったのだ。おそらく死ぬ間際にジジのことを誰かに話した。そのためジジは心のかけらを失わず目覚めたのだ。山犬がオロチの後の言葉を継いだ。前回眠りについたとき、ジジと関わった人間で最後の一人となった男、三郎が死ぬ間際にジジのことを語った。それが九段の予言をも迷わすほどに大きな力を生んだ。つまり、それに九段の予言を照らし合わせると、ジジが消滅するか、それとも人間に戻る時が来るかもしれない。そういうことか。
一番立派な黒々とした髭を持った天狗が聞いた。そして天狗たちが口々に話し始めた。されど、何故最後の人間が時事を語ることで、それほどまでに狂うのか。隣の天狗が首をかしげた。つないだのだよ。消えるはずのものをつないだ。それが時事の蘇りを崩している。消えるはずだった人間の記憶が消える間際に他のものに紡がれた。それゆえに消えるはずだった時事の中の人間との関わりも消えずに紡がれたというわけだ。些細なことに思えようとも、因果の流れの中ではすべてに等しく力は注がれる。オロチが答えた。今も果てぬ長き悲しみの行く末は真にたがわず、いずれかの意図をたどるであろうか。しかしなぜ、見届けよ、力有して魔の頃にいで立つ者よ、との言葉があるのだ。我らにも何らかの影響があるとでも言うのか。しかし、我らには関係のないことではないか。天狗の集団がざわめく。ちょいと、誰かそこのデクノボーたちを黙らせておくれ。まったく、バカばかりだよ、ここの妖怪たちは。と、陽子が語尾に続けた。それが再び天狗の怒りを誘発させた。なんたる侮辱。貴様、今日こそ己が無礼な口を悔やむ時が来たようだ。大柄な天狗が叫び、ざっと身構えた。他の天狗たちもそれに倣い、おのおの憤怒の表情で陽子を睨みつけた。加減を心得よ。オロチの目がぐっと光った。その目を見て、天狗も決まり悪そうにおとなしくなった。こたびの件、我ら妖怪、いや、力有し者すべてに関わる事象である。千里の地に集まった者たちすべてをさっと見回して、オロチが重々しく言った。はるか昔、神々が地に姿を現していた頃より、こたびのことは続いている。すでに多くの神々はこの地から姿を消したが、我ら妖怪は地に残り、人間の世界とも隔絶されることはなかった。しかし、時事の存在があったがために、二つの世界が切り離されず今に至っていたゆえにだ。それが、時事の行く末によっては、我らと人間との世界に完全なる境界線が敷かれることになるやもしれぬ。天狗よ、人間よりわざと御心を極めしそなたらも、もう二度とこちら側に新たな天狗が加わることがないということだ。いや、それ以上に、そなたらが力を失い、人々の世に戻るのか、力有したままこちら側に残れるのか、それさえもわからぬこと。山犬が冷淡な口調で言った。やっと事態を理解したらしく、ついに天狗たちは声を失ってしまった。呆然自失となった天狗たちは、山犬を見つめたまま、その場にだらりと座り込んでしまった。そんな天狗たちの前に、陽子が厳しい目で立ち上がった。あたいら妖怪はまだいいがね、人間の強い念から生まれた者たちは、再び蘇ることもなく、ただふっと消えるしかないだろう。我ら妖怪はこれまで、
じじの運命へと引きずり込まれながらも見守ってきた。今こそ再びじじを眠らせる時が来たのだ。心のかけらを取り戻すか失うか、または消滅か。それは時が答えを教えてくれよう。オロチは高々と頭を持ち上げ、空を仰いだ。月の光にも負けぬほど、大きな星が2つばかり夜空から眩しくこぼれ落ちた。神々は見ているであろうか、この時を。長きにわたり見ていたであろうよ。斧が響きを食いながら。今度は3つ星が燃え落ちた。それにどれほど時が必要かもわからぬ。心のかけらを取り戻したとしても、呪いを断ち切るには十分ではないかもしれぬ。山犬が言った。どういうことだ？すかさずカッパが聞いた。もしもジジが心のかけらを取り戻して目覚めたとしても、それが完全じゃなければならぬ。完全に取り戻さぬ限り、繰り返されるかもしれんということだ。山犬は厳かに答えると、カッパはうつむき黙り込んだ。皆の者、少し時間が必要のようだ。すべてを語るのはまたの機会にしようではないか。ジジの眠りまでまだ多少の時が残っているようだ。オロチが言った。おのおのの持つ糸を紡ぎ、すべてが一本につながるのは後の楽しみってとこかい。そう言うと、陽子はカッパの背中を9つの尾でビシバシと連打した。ほれ、妖怪のくせに何泣いてんだい。泣くか、人間じゃあるまいに。陽子の止めどない連打攻撃に、見事地面に張り倒されたカッパは、ジタバタともがいて反発した。しかし、突然連打が止まったかと思えば、カッパは陽子の尻尾に足を絡め取られ、ひょいっと逆さまに持ち上げられた。陽子の言った通り、地面から引き剥がされたカッパの顔、いや、細長い目からはボタボタと涙が滴り落ちていた。何しやがんだ。カッパが腕をブンブン振り回すも、一向に命中することはなく、全くの無駄な抵抗となった。それを満足げに見ていた陽子は、とどめの一発を見舞ってやろうと甘い声を出した。ああ、そういえば、大昔に涙を流した最初のカッパがいたんだけどね。急激に水分を流しちまったもんだから、そのまま干からびて死んじまったやつがいたね。どっかの寺の者がすっかり干物になっちまったそいつを持ち帰ってさ。ギャー！離せ！水！陽子は大爆笑の後、やっと宙吊りカッパを解放した。カッパは一目散に川に飛び込み、清流の底にて今度はしくしくと悔し泣きした。天狗は地面にくたりと座り込み、カッパは川底、陽子は苦しげに笑い転げ、どうにも収拾のつかない空気が流れていることに、肩を落とした山犬は、千里馬場の隣に立ち、声を高々にしていった。7日の時を設ける。おのおの冷静になり、しかと考えよ。7つ目の月が昇る根の刻、再びここに集おうではないか。我らには、時事を眠らせることのほか、すでになすべきことも、
なせることも何一つとして残ってはいない。あるとすれば、事実を受け入れることのみ。何故に今日ここに集まったのかと考えるがよい。そう言うと山犬は、今度は陽子に厳しい目を向けた。カッパをからかうのが好きなのなら、次にここに集まるまでに、奴の理解が早くなるように世話してやれ。あたいがやるのかよ。陽子が目を丸くして叫ぶと、山犬とオロチが声を揃えて言った。敵役だ。さすがの陽子もオロチと山犬に睨まれれば逆らえない。いや、よっぽど逆らおうかとも思ったが、この二人に逆らったところで、大して面白いことが起こるわけでもない上に、面倒だからやめた。堅物どもめ。陽子は半眼になって川を眺めて、仕方ないなとため息をついた。山に住む妖怪や子玉たちは、しばし神妙な時を過ごした。特にこれから起こることを考えては、ため息ばかりついている天狗は、人里に帰るべきか否か、悩みに悩んでいた。そう気を落とすでない、天狗よ。異国の地では、仙人と呼ばれる者たちは、神の地へ残ったと聞く。見かねたオロチが言った。しかし、天狗はかぶりを横に振って、ため息混じりに夜空を見上げた。妖怪たちは一度千里の地を後にした。次に集まる時はいよいよジジを眠らせる時だ。カッパは一夜過ごすたびひどい焦燥感に駆られた。川を伝って人里へと近づいてみたり、いややっぱり、とかぶりを振ったり。しかし、本当にこのままジジを眠らせていいのだろうか。今、ジジが心のかけらをわずかでも持っているなら、それは意味があることなんじゃないか？なぜ今なんだ？運命が変わろうとしているのなら、ただ見ているだけで終わっていいのだろうか。カッパは3日3晩悩んだ末、ついに4日目の朝、決意した。スイススイっと川を伝って山奥へ、千里馬場の地へ向かった。決意はしたものの、小さな心臓がドクドクと脈打つほどカッパは緊張していた。本当にこれが正しいことかどうか自信がなかったからだ。川から上がってペタペタと千里馬場に近づいていくと、カッパが声を出す前に千里馬場が言った。浮かない顔だね。カッパはそれには答えずに千里馬場の前にドカッとあぐらをかいて座った。千里馬場の顔を見つめながらどう切り出してみたものかと考えてみたものの、なかなか最初の言葉が出てこなかった。カッパは自分では不動の決断をしたつもりだったが、やはりここに来てまた自分の思いを飲み込んでしまいそうになっていた。カッパよ、お前の小さな命の音が、決意と失意に苛まれた命の音が、あれからずっとここまで聞こえていたよ。お前は優しい子だね。千里馬場の言葉に後押しされたかのように、カッパは再び決意を新たに、下手な言い訳を考えていたのも全部捨ておいて、一番の思いを声にした。ババ、おいら、
ジジと関わった人間を連れてくる。ただ、ジジを眠らせて終わりってのは、なんか違う気がする。お前がジジを思い動くのならば、それもジジの運命の一重だろう。千里ババはそう言うと、ぼーんと薄く発光した。カッパはそれがババの力の一つであることをよく知っていた。誰かに何かを伝えるときに使う力だ。誰を呼んだ？嫌な予感がし、カッパが機嫌に聞くと、同時にカッパの背後で陽子が突如として現れた。その際に9つの尾でカッパの背中を9連打した。いで、おい！カッパは怒って拳を振り上げたが、陽子も怪訝そうにカッパを見下ろしていた。なんだい、またお前かい。陽子は首をかしげながらため息混じりに、これ以上ないってほどに鬱陶しそうに言った。カッパが千里ババに向かって短歌を切った。おいバンバ、なんで陽子を呼んだんだ？陽子よ、山2つ向こうの2人、連れてきておくれ。千里ババが言うと、それだけで陽子はビーンときた。バッとカッパを凝視したかと思えば、少しだけ優しい顔をしたように見えた。カッパよ、安心するがよい。陽子も元は神、稲荷神の一族だ。千里ババの言葉に、今度はカッパがパッと陽子を振り返り、目を見開いて、ついでに口もポカンと開いて凝視した。元は神だって？カッパの驚きように、罰の悪そうな顔で、陽子がババを叱責した。ババよ、今その話はするんじゃないよ。よい、お前も大きな流れの一本となったのだ。千里ババが言うと、陽子は目を存分に細めて、汚物を見るようにカッパを見ていった。まさか一番にカッパに知らせるとは、ババも意地が悪いぞ。そう言うと、陽子は興ざめした表情でふわりと宙を舞い、そして消えた。カッパは消えた先を見つめながら、まだ口をあんぐり開けて、信じられないという思いで、何度も瞬きした。やっとの思いで声を出せた一言は、は？だった。さあ、カッパよ。もうお行き。銀狼の子を連れて行くとよい。知らせは送っておいた。村に降りる途中で合流できるだろう。千里ババに言われ、カッパの足はその地からとぼとぼと歩き出し、小川に入り、すいすいと泳ぎながらも、まだカッパの頭の中はショックで時が止まっていた。神？あれが？あの陽子が稲荷神の一族？ショック状態から回復したのは、小1時間ほど小川を下った頃だった。